こんにちは。今から3年前、私が気ままにモータルコンバットや IKEA の家具の動画をアップしていた時に、ふと思い立って制作したノーベーションラウンチキーミニ M3 のレビュー動画、ハイレゾの解説動画に隠れてあまり目立たないけれども、実は結構評判がいい。ノーベーションの中の人がこんな感じでレビュー動画を作ってくれませんかランキング第1位。赤いの中の人がお前のせいで MPK 全然売れなくなっちゃったじゃん、どうしてくれるランキング第1位。2024年、ボーチェベストコスメに全く興味がない僕が作った動画の中で割合評判だよねランキング第6位。そんな輝かしい動画の3年ぶりの続編がこちらの動画となります。いらっしゃいませ。そうです。あたすが M3 から M4 に進化したラウンチキー M4 でございます。これは MIDI コントローラーです。パソコンを使って音楽を作るときにこういうキーボードやこういうマウスを使ってポチ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 やるのって大変だよね。だからこういうコントローラーを USB でつないでソフトを操作しましょう。重要なのはですね、これ単体では音は出ないよということです。あくまでパソコンとかあるいは音が出るシンセサイザーと組み合わせて使うコントローラーだと認識してください。そしてこのラウンチキー M4 はボーチェベストコスメに全く興味がない僕が全力でおすすめするというか、これ以上の MIDI 鍵盤は地球上に存在しないとさえ思える残り1ヶ月となった2024年のボーチェベストコスメのベストバイです。今こちらの M3 を使っている方もいらっしゃるでしょう。たかが MIDI 鍵盤だからわざわざ買い替える必要はないと思っているかもしれないが、 M3 から M4、 見た目はほぼ変わらないけれどもだいぶ進化している。特にビートものの音楽を作っていてメロディーを作るのに毎度毎度苦労しているという方にはこの M4 ぜひぜひおすすめしたい。ラウンチキー M4 のいいところその1、多彩なラインナップ。大きさ違いで6つのタイプが用意されています。一番小さいミニ25、これを横に伸ばしたミニ37、鍵盤がフルサイズの25とこの37、さらに鍵盤がピアノと同じずっしりタイプの49と61。これが M3 ミニで、これが M4 のミニで、これが M4 の37。M3 と M4 上から見るとサイズは同じなんですが、今回はここにディスプレイがつきました。M3 の時はこのディスプレイがないミニだけだいぶ機能の制限があったのだけれども、6モデル全てで機能がほぼほぼ共通になりました。つまりこれからたくさんの魅力的な機能をご紹介しますが、それが6モデルどれでも大体同じことができますよということです。ミニだけやたら制限があるってことはない。2オクターブだけじゃ足りないんだよねという方は3オクターブのミニ37かこの37を選べばいいし、バリバリにピアノ弾ける人だったらもっとたくさん鍵盤があるやつを選べばいいし、僕みたいにライブの時にちょろっと弾けるちっこい鍵盤が欲しいっていう方はこれを選べばいい。この37とミニ25だとこういうところも違うし、ボタンも微妙に違ったりっていうところはあるんだけれども、基本的なエンジンは同じだということ。まさにミニとBMW の3みたいな感じと思って OK。他の M3 と M4 の違いに一応言及すると、まず M3 はつまみがですね、白い線入ってるでしょ。永遠に回らないタイプだったのが今回は永遠に回るタイプになってます。で、こっちから見るとわかるんだけど、微妙につまみの高さもね、高くなっててつまみやすくなってる。あと多分重さも微妙に重くなってるから微妙にずっしり。で、よーく見るとここのストリップのモジュレーションとピッチホイールの深みがね、M4 の方がちょっと深くなってる。あと大きな変更点として USB がタイプ B からタイプ C になっていて、その USB の接続端子も右奥だったのがここになってる。で、ラウンチキーミニ何気に 3.5mm の MIDI アウト端子もついているのがいいところで、つまりマシンライブをやる方にもおすすめです。ちなみに37件のこっちは MIDI アウトが5ピンタイプになってます。M3 と M4 でいうとここのアルペジエーターの印字もなくなったし、操作体系もだいぶ変わっています。でも安心してください。ここにディスプレイがついたので自分が何を操作しているのか逐次確認をすることができます。正直 M3 はディスプレイがないので操作を覚えてないと自分が何をやっているのか迷子になることがあったんですけれども、 M4 はそんな心配はありません。ラウンチキー M4 のいいところその2、スケールの操作。 Ableton Live 12はこのようにプロジェクトのスケールを設定できるようになっているんですが、それをここのボタンを押してここをグリグリするだけで簡単に設定できます。あなたが言いたいことは分かります。そもそもスケールって何っていうことでしょう。簡単に言うと、曲を構成する音階のレギュラーメンバーを決めましょうというのがスケール。Ableton の場合スケールっていうよりもモードに意味合いは近いと思うんですけれども、今から10日後セルゲームを開始します。
戦う戦士を選んでください。悟空、ご飯、ゴテン、ピッコロ、ベジータ、トランクス、クリリン、悟空。このドレミファソラシドを C メジャースケールと言います。では、この C メジャースケールの中でサイヤ人の血を引いていないピッコロとクリリンを抜いた場合、悟空、ご飯、ゴテン、ベジータ、トランクス、悟空。5人で構成されるこのサイヤ人の血を引いただけの音階をペンタトニックスケールと言います。少し東洋的な坂本龍一さんがよく使っていたようなイメージのあるスケールです。他にもですね、悟空、ご飯、ヤムチャ、ピッコロ、ベジータ、トランクス、18号、悟空。少しここにヤムチャが入っているので、ちょっと不安なんですかね。少し物悲しい雰囲気になりました。これは C ドリアンスケールというものです。このようにレギュラーメンバーを適宜組み替えることで曲全体の雰囲気をうまくコントロールすることができるっていうのをスケールって言います。詳しいことは音楽理論を勉強していただければ大体理解できると思うんですが、では今回はここで C メジャーペンタトニックを選んでサイヤ人の血を引いているこの5人で曲を構成するとしましょう。ここで C メジャーペンタトニックを選んでいると、ミディを打ち込むときにこのように紫色でエイブルトンがここがサイヤ人の音ですよっていう風に表示してくれるんですが、例えばここのピッコロの音、普通に音出ます。クリリンの音も出るし、他の黒い鍵盤の音も出てしまう。つまりエイブルトンはここがサイヤ人の音だよって教えてくれるだけで、それを制限したり鳴らさないようにしてくれるわけではないっていうこと。エイブルトンの場合はスケールのミディエフェクトを指して C メジャーペンタトニック。これにすればサイヤ人の音以外は出なくできるんだけれども、それをやらずともここをスケールってして C メジャーペンタトニックにすれば、どこを鳴らそうがサイヤ人の音しか出なくなります。今ここのピッコロ、ファが出なくなってミの音になってますし、ここのクリリンの音も、ド、悟空の音に、勝手にスナップしてくれてます。っていうことは、ここでドミソを押さえようが、レファラを押さえようが、ミソシを押さえようが、絶対に C メジャーペンタトニックの音からは離れない、強制的にスケールの音に合わせる機能は3つあって、今やってたのはスナップトゥスケール。2つ目がフィルターアウトオブスケール。スケールの中に存在しない音は鳴らしませんよモードです。これは。例えばファを弾いても音が出ない。ここのクリリンを鳴らしても音は出ない。この黒いとこを押さえても音は出ない。けれども、っていう風にスケールの中の音だけ鳴るようにするよっていうのがこのフィルターアウトオブスケールね。で、この Easy to Scale っていうのはスケールの中にある音を全部ガラララって多分 C3 に向けてこの白い鍵盤に集めます。これ5音音階だからドレミソラドドドドド真ん中にグーってやったからここが高いドになってる。で、黒い鍵盤は鳴りません。っていうことは、ドミソ、ソシレ、ドミソってやると、普通はね、こうね。起立、レ、着席。で、これスケール入れると、起立、レ、着席。ちょっと東洋的な響きになるでしょ。こういう風に、スケールに無理やり音を合わせるっていうことで、ラウンチキー M4 のいいところその3、コードの機能。実は M3 にもですね、フィックスドコードっていう機能がもともとあって、フィックスドコードを押さえながら、ドミソってやって離す。ですると、ドミソが鳴って、レ、F シャープ、ラが鳴って、ミソシが鳴ってっていう風に、押さえたコードを、そのままスライドして鳴らすっていう機能あったんですけど、これが大幅に強化されています。簡単にやりますと、一つがユーザーコード。自分で押さえたコードをこのパッドに記録して、こんな感じで鳴らすってことが一つできるのと、コードマップっていうのがある。そのスケールに合わせたコードを勝手にラウンチキー M4 がここに入れといてくれてるんで、
こんな風に鳴らすことができますと、いうことで、曲のコード進行を考えるときにすごいこれが便利です。最近の音楽制作 DTM 用のソフトウェアとか機材っていうのは、音楽理論がわからない方であってもメロディーが作れるような機能っていうのが結構トレンド的に搭載されていて、ネイティブインストゥルメンツのプレイボックスとか、Ableton Live のここにある MIDI ツールであったりとか、先日発表された Teenage Engineering の OP-XY などなど、音楽理論わかりませんけれども音楽制作やってみたいですっていう方が、こういった鍵盤に抵抗感を持たずに取り組めるような新たな UI と AI と機能っていうのが搭載されるラウンチキー Mark IV も同じように、このスケールの機能とさっきのコードの機能ね、こういうのが搭載されました。本当に鍵盤に苦手意識があるけれどもビート制作やってみたいという方は、ぜひぜひこのラウンチキー Mark IV を手に取っていただきたい。ここから Ableton ユーザーに向けてラウンチキー Mark IV の使い方をざーっと説明していきますが、機能が増えているので15分くらいではとても解説しきれないかもしれないけれども、丁寧にやっていきたいと思います。まず購入してこれが手元に届いたパソコンとつないだら、必ず製品登録をノーベーションのウェブサイトでやってください。でそうするとノーベーションのコンポーネンツというですねウェブサイトが立ち上がります。このウェブサイト、ウェブブラウザー上でこれのアップデートだったりとか設定っていうのができる。めんどくさいインストールだ再起動だっていうことをする必要がない。これかなりいいところだと僕思っていまして、アップデートファームウェア来てるわ。こうやって今アップデートこいつかけますね。ここを押しなさいと、ポチッとな。This may take some time。少し時間がかかりますよと。こんな感じでウェブブラウザーでつないだらアップデートがかけられると。アップデートが無事終わりましたよ。余計なソフトウェアをインストールしないで今みたいにアップデートかけたりとか設定ができるっていうのはすごくいいことだと思う。あんまり他の人褒めないけれども、これすごい褒めた方がいいと思う。ノーベーションが起き上がり褒めてほしそうにこちらを見ている。褒めてあげてください。で、ファームウェアのアップデートできたら Ableton Live 立ち上げて、ここですね。ここの設定がね、よくわからないけどやんなきゃいけないんだ。なんかチェックを入れるべきところと入れないべきところがあって難しいんだけど、わかりやすいように画像にしてここ載せとくんで、今動画 iPhone で見てる人はスクショしといてください。とにかくもうこういう風にチェックマークを入れてくれ。この設定の一つ一つ、トラックの意味は、動機の意味は、リモートの意味はどうでもいい。もうとにかくこれをこう設定すれば使えるんだと理解してください。考えるな、疑うな。はるか昔に体験した大学受験と同じです。設定が終わったので、今ここに Ableton Live の適当なセットを立ち上げました。で、10トラック目にエレピの音を入れてます。で、このトラックを選択した状態で鍵盤を弾いてみましょう。弾けます。この薄紅色に点灯しているところ、こっちに移すとここが薄紅になるでしょう。で、こうすると FM8 の隣のトラックの音を鳴らせます。で、ピアノに戻してスケール設定していきましょう。今 C メジャーになっています。で、今回は明るく元気にいきたいので C のリディアにしてみます。なんかファがシャープしてるような音になりましたと。とにかくそれが C リディアンのスケールなのね。ここのアルペジオの解説いきましょう。アルペジオとは何でしょうか。分散和音というイタリア語です。アルペジオイタリアーノではまずこのアルペジオを点灯させた状態でドミソを押さえますよ。このように勝手にドミソドミソドミソって弾いてくれるっていうのがアルペジエイターっていう機能なんだけど、右手で鍵盤を押さえてる間タカタタカタって弾いてくれるんだけど、離しても鳴っといてくれる方が今説明する上で楽なので、そういう時はシフトを押しながらアルペジオパチン、ラッチがオンになる。ラッチというのは押さえてなくてもタカタカやってくれるよ。ここに BPM、スイング、レート、ゲート、タイプ、オクト、ミューテイト、リズムって書いてあるけど、上4つはここの4つ、下4つはこの4つっていうことを操作するんだよっていう。まず BPM グリグリしてみます。ここがテンポだな。テンポなんですけど、例えば今40にしました。Ableton の画面上ではテンポ変わってません。これどういうことかっていうと、こっちから送信するアルペジオの MIDI ノートの BPM はここで自由に決めれるよってこと。ただですね、今、ここ BPM40 にするでしょ。40にしてる状態でここ録音してみます。録音しますよ。っていう風にBPM については Ableton が録音するときとかに勝手にシンクしてくれるから、こいつは。次、スイングは羽ですね。
タッカ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 ってなりますよってこと。レートはこれ4分の1で、これ8分の1で、8分の1の3連で16分の1です。でゲートレングスっていうのはこの、送信するミディノートの長さ、今 95% にしてるけど短くすると35% ぐらいにしておきましょう。でタイプはこのタカタタカタをドミソドミソをどういう風に弾きますかっていうので今アップにしてるけど、ソミド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 タカタカタドミソミドミソミドミソミで、これは頂点をもう一回弾きますよってとこだな。アズプレイドは多分押さえた順で鳴らしますよ。でランダムはランダム、コードはもうドミソドをこう連打してる感じね。さあこれだよ、ストラム。ストラム、これがねすごい素晴らしい機能です。ちなみに Mark3 のアップデートでも使えるようになった素晴らしいアルペジエイターの機能なんですけれども、実はこの動画を作るにあたって他の YouTuber の動画を見たんだが、みんなこのストラムについてを解説をしていない。なぜなら多分わからないからだろう。ここを触ります。もう少し分かりやすくするためにまずオクターブ4にすると4オクターブ上までドミソの音が上がってくぜっていう、そういうモードね。でこの状態にして、もう少し複雑なコードにしましょう。6ちょっとダークなコード感にした後にストラムやってみますよ。ここをなぞります。ギターとかハープをタラランって弾いたような動きをこのモジュレーションをなぞることでやることができる。これ素晴らしくないですか？例えばだけど、ここにエコーを入れてですね、ビート鳴らしながらちょっと鳴らしますね。ディレイが入ってるから分かりづらかったかもしれないけど、こうやってなぞれるってことは、このストリップタイプの、こっちでは無理だけど、このストリップタイプの場合ね、和音だったり単音だったりがランダムに、しかも大体この音域の中で鳴らせるよっていう感じになるわけ。不思議な楽器みたいにできる。タッチセンサー式の。でこれを16分でクオンタイズしちゃおう。ね、もうなんか雰囲気あるでしょ。だからこのストラムめっちゃいいのよ。ストラムみんな使った方がいいと思うんだけど、解説してる YouTuber が少ない。レビューだの解説動画作るときはこういう一個一個の機能をしっかり掘り下げて動画にしなきゃいけないと僕は思うんだが、他の YouTuber のこれの解説動画見ててストラムについて解説をすっ飛ばしてる人を見かけましたら、ああこの人はきちんと最後の最後まで調べ尽くしてから動画にするという矜持を持っていないんだなと、そういうふうにご理解ください。そんな嫌味な目線でね YouTube 見てもあんまり楽しくないかもしれないけど、次オクターブはオクターブでミューテートね。ミューテートっていうのはその押さえた音以外をなんかノリでこいつが加えてくれます。ストラムをやめてで最後にリズムはこれ給付の入り方ですね。
ラウンチキーは基本的にここのつまみとここのパッドの機能を選択して使うように作られています。大事なことなのでもう一回言います。ラウンチキーは基本的にここのつまみとここのパッドの機能を切り替えて選択して使うように作られています。つまみとパッドの機能、モードはシフトを押しながら紫色のここでつまみのモード、青いところがパッドのモードを表していて、今じゃあプラグインにするとここのつまみがプラグインモードで、ここ DAW にするとパッドが DAW モードに入る。まずつまみの機能からいこう。プラグインっていうこのモードは、例えばですよ、今この、ウーリッツァーのピアノの音なんだけど、ここを回します。トーンが変わってます。フェイザーが増えてる。で、この操作しているつまみ、画面に対応してここに表示されますんで、例えば今トーン1を触っていたらトーン1という風になる。ここに挿したプラグインのつまみが勝手にアサインされてここで操作できるよってことなんですが、で例えばだけど今エコーを振ってるけどシフトを押しながらここを押します。エコーに今カーソルというか選択が移動しました。でこの状態でここ回すと、ディレイのタイムが変わってますね。ここシフトを押しながらこうやって切り替えて、ここで操作したいプラグインの選択がここでできます。で次ミキサーモードはここでミキサーのフェーダーとかがここで触れるんだ。ここを触ると、はい、1つ目のトラックのボリュームが変わります。でそれが8つ目まで同じっていうことでここでこうね。なんだけど、同じようにここをポチッとやるとパンって出てるでしょ。はい、1トラック目のパンがここで操作できます。2トラック目もここでできると。このつまみの横についている上下のこれで、ここのつまみの機能を、同じモードの中で微妙に切り替えるよっていう風になってます。じゃあ、センズ行ってみましょう。ここを上げるとセンズ A が上がるでしょう。じゃあ、センズ B 上げたいときはポチッとやってこれをこうやれば、センズ B も操作できますと。こういう感じになる。上に戻してこうやれば、センズ A が操作できるよと。次、トランスポート。これがね、前回 Mark3 にはなかったモードです。こちらのアレンジメントビューでですね、例えばこのスクラブを触ると、はい、カーソルが動きます。で、この2つ目がズーム。はい。で、これが縦ズーム。4つ目がこれ、ループポイントをこうやって動かせますよ。で、これがループの長さを変えれますよ。これはマーカーセレクトか。今1つ目のマーカーにカーソルがあります。これを回します。すると、2つ目にマーカーが、2つ目にカーソルが移動して、3つ目にカーソルが移動して、平たく言うとこのトランスポートモードっていうのはこのつまみでアレンジメントビューを操作してくださいと、そういうコントロールになっている。いや、で、一番右 BPM になってんだ。ここで一応 BPM の操作もできますと。最後のエンコーダーモードはカスタムモード1から4まであります。これは簡単に言うと、ここのつまみがどういう CC を Ableton に送るのかを先ほどのコンポーネンツで決めてくれというモードです。でここね、今1から8までコントロールできるんだけど、ここを押すと、9から16、つまり全部で16、1カスタムにつき16の設定が作れます。っていうことなんだけど、ポイントはですね、これ例えばプラグインにしてるじゃん。で、なんかの表紙でここのつまみ触っちゃったりすると、意図せずこのプラグインの設定パラメータが変わっちゃうってことになるから、それを防ぐ意味でもカスタムにこのつまみのモードしとくっていうのもありだと思います。で、今度パッドの機能行きましょう。DAW。前はここに書いてある、セッションっていう名前だったんだけど、今回から DAW になりました。多分 Ableton 専用じゃなくていろんな DAW に対応しなきゃいけないから、そういう呼び方に変わったんだと思う。で、ここを押すとね、シフトをしながらこれで DAW モードなんだけど、2つある。クリップモードとシーケンサーっていうのがあって、まずクリップモードからいくか。1つ目、クリップにします。これは簡単に言うと Ableton のセッションビューをコントロールできるモードです。で、今画面の上でですね、赤い四角が見えているでしょう。赤い四角のクリップがここに映ってますよという意味です。で、このカーソルを触ると赤い四角も移動します。赤い四角が移動します。ではこの赤い四角を左に右に動かしたいときどうするか、シフトを押しながらここを押すとトラックが動くので、一番左まで行くとこういう風に動かせる。で、これも一番右まで行くとこういう風に動かせますと。クリップの色とここの色が対応しているのがわかると思います。で、例えばここを押します。キックとスネアが鳴ってて、スネアが増えて、クラップが増えて、
ハイハットが鳴ってなるんですけれども、ここシーンの再生になってます。ここ押します。横一列の、クリップが全部再生されました。で、2列目はですね、2列目のクリップを再生させるようになってるんだが、ここのファンクションを押します。赤くなりました。するとどうなるかっていうと、これがそれぞれのトラックの停止ボタンになります。このようにして再生します。キックとスネアとクラップが今停止してます。で、これやっていくと、この枠にない、ピアノの音だけ鳴ってると。で、この赤いのが停止モードでしょ。で、もう一回押すと黄色くなりました。これはトラックのオンオフです。画面上で黄色いのが、消灯したり点灯したりしてるのが見えるでしょう。で、次、青は、ソロですね。キックのソロ。スネアとかクラップのソロで、ハイハットのソロっていう風にできる。で、これは同時押しが効きます。今4トラック分ソロにしました。で、押すとソロ解除。で、これで最初の2列目が表示されている画面です。これがクリップのモードなんですが、今回からもう1個シークエンサーという画面が作られました。何も映っていませんが、この画面上でキックのクリップを選びます。で、まだ何も映ってないんだけれども、このキーボードで、例えばね、キックを選択するとここが点灯しました。で、画面上を見てください。1、2、3、4。つまり、クリップのミディノートとここに映ってるミディノートが対応している。わかりやすいようにソロにして聞いてみましょう。これキック。つまり16ステップのステップシーケンサーとしてここを機能させることができます。さらにですよ、このキックを長押しします。すると、ベロシティ、レングス、ファイン、ナッジで出ます。で、この4つのつまみで、このミディノートよく見てください。まず、ベロシティをコントロールしたり、長さを調整したり、長さを微調整したり、再生位置を微調整したり、ちょいずらしだな。っていうこともできます。これが DAW のシークエンサーモード。ただ正直僕はそんな使わないと思う。普通にマウスでこうやった方が早いと思うんで僕は使わないけども、まあできないよりできた方がいいでしょう。ノベーションさんの気遣いには涙が出る思いです。続いてドラムモード行きましょう。ドラムモードは分かりやすいと思います。ここが16個のパッドのドラムのパッドになる。いわゆる MPC でこうパッドを叩くように使えますよがドラムモードだ。続いてのパッドモードはユーザーコードモード。さっきちょっとやりましたが、今コード何も入っていません。ここの空白のパッドに自分の好きなコードを登録して鳴らせるようになるよというモードです。わかりやすいようにスケールを外します。登録の仕方は登録をしたいパッドを押さえながら、例えばドミソシと弾いて離すとここに入ります。このように鳴らせる。で、このパッドはベロシティをちゃんと感知しますので、弱く弾けば弱くなるし、強く弾けば強い音で鳴ります。この要領でどんどんコードを登録していきましょう。2つ目はレファラドです。レファラシ。間違えてシを弾いてしまって間違えてしまいました。私ったらバカバカ。そういう時はファンクションを押しながら、ここを押すと消せます。気を取り直して押さえて、レファラドと。こうやって弾けば、ポンポンポン。ね。じゃあ次はミソシ。上のレがない、レがない。そういう時はオクターブアップ。このようにしてオクターブ上げると、オクターブ上がるので、オクターブこっち低い方でミソシレと弾けるようになりますので、こうやってミソシレ。こうやれば、ね。で、同じ要領で、ファラドミ、ソシレファ、ラドミソ、シレファラ、ドミソシと。こうやれば、4つの音を使う和音、C メジャースケールの中でを、ドから上のオクターブドまで、このように登録できました。早速これで適当に鳴らしながらフレーズを考えましょう。こんな
感じでコード進行とかメロディーのフレーズを考えることができると。例えば、なんとかサス4とか、なんとかディミニッシュとか、なんとかアドナインスとか言われた時に、なる人、一発でバーンと抑えることができない。いう時にここをうまく使うと、簡単にコード進行を考えられるじゃないですかって。そういう便利な機能なわけですよ。ここまでが普通の YouTuber が説明する部分なんだけど、これポイントはですね、単音でも登録できるんですよ。単音。っていうことはよ、例えば、オクターブ下げて、ここにド、ここにレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シと入れました。ここドミソシ、C メジャー7が入っているけれども、ルート音をラにしたらどうなるでしょう。あら不思議、ちょっとだけ悲しい響きになりましたね。これは Am9 ですかになるわけです。何が言いたいかっていうと、上で、例えばね、上でコードを登録して下にルート音を入れます。普通だったら、こう弾くところを、じゃあ、ルートだけミにしてみよう。ちょっと雰囲気変わるでしょ。こういう風に、右手で押さえているコードと、左手で弾いているベース音を、同時にここのパッドに登録して、こうしてもいいわけだ。和声を構成する上で重要なルート音と、上のその内声の響きを同時にここで探りながら、このちょっと暗い響きがいいかな。このちょっとだけ暗い響きでもいいな。これだと明るいな。いう風に弾きながら考えるっていうことができます。ピアノが弾けない方でも。これがね、このユーザーコードで一番僕的には有効な使い方だと思う。実際に録音しながらやってみるか。録音する前に、この編集モードに録音クオンタイゼーションっていうのがあります。ここを16部でクオンタイズしときましょう。こうすると、へったくそに弾いてもある程度クオンタイズして合わせてくれる。こんな感じで割と明るいフレーズじゃないですか。ここにちょっとだけこう、響きを豊かにするようなベースをこっちの下側の登録した単音弾きで入れてってみますか。気持ち悪いところがあるので直します。だいぶ雰囲気変わったと思います。ルート音、一番低い音をここに入れてちょっと響きを変えていくっていう風にするだけで、だってこの辺しか使ってないからね。ベースをこうやって加えていくだけで、だいぶ雰囲気変わってきました。せっかくなのでベースも調子乗ってやってみっか。というわけで、このユーザーコードモードを使う時のポイントは、今みたいにベースのルート音をこの下の列にバーッと入れて、こうやってどのコードの響きが自分の好きな感じかなっていうのを探りながらやるっていう時に、鍵盤だと難しいじゃん。こっちでなんとかなんとかっていうのを押さえながら、ベースはってやってるともう時間がかかってしょうがない。そういう時に上コード、下ルート音っていう風にやると、僕的にはだいぶ響きをこうやって探すっていうのがすごく僕やりやすくていいなと思いました。二つ目のポイントは、今スケール外してたじゃん。このスケールモード入れてさ、C リディアンか。C リディアンにしましょうよ。で、ここを押すじゃん。ちゃんと、C リディアンってドレミファソラシドのファがシャープするスケールなんだけど、わかる？これ。ちゃんとファがシャープしてくれる。ここが D7 になるね。っていう風に自分で登録したコード、後からスケールにフィットさせてくれるっていうところも、このユーザーコードモードのいいところだと思います。続いてのパッドモードは、
コードマップモードです。先ほどのユーザーコードモードは多少コードの知識がないといけなかったんだけど、このコードマップモードはコードって何よくわかんねえよっていう人でも使えるように、ノーベーションさんがコードをあらかじめ入れといてくれてます。当然このスケール入れればスケールにマッチしたコードをここに並べてくれます。ただこの8つのコード、なんか単純なコードだなと思った時は、ここの2つのつまみを回していきます。1つ目が Adventure。コードが変化していきます。2つ目のつまみは Explore。これもコードが変化します。アドベンチャーは1から5まで、エクスプロアは1から8まであります。で、これを回せば回すほど、数字が増えるほど、ここのコードが刺激的で、革新的なコードに変化していきます。で、僕的には、アドベンチャーは3ぐらい、で、エクスプロアは5ぐらいが調子いいと思います。3つ目のつまみ回しますと、ノーマル、ワイド、ワイデストとあります。ノーマルが、これ、ワイドにすると、ベースが低くなります。で、ワイデストにすると、一番高い音がさらに高くなるような感じ。4つ目のつまみ、これはロールって書いてありますが、例えばドミソをこう弾くんじゃなくて、こう弾く感じ。こんな感じに、これ、ミリセカンドで設定できます。こんな感じ。ここに黄色パッドがあります。これは押さえながらここを、叩きます。で、1つ目、アップアップと出てますけれども、これ押さえながらここ弾きます。で、2つ目がインバージョンアップ。で、これがベースとでジャズジャズジャーってなる。はい。で、アップダウン。タカタカタ。で、次がインバージョンダウン。で、コードスプリット。左手でコード、右手でコード、うんか、うんか、うんか、いう感じで、いろんなフレーズをここだけでも作れますよ。アドベンチャー3、エクスプロア5、スプレッドワイド、で、ロールを若干60ミリセカンドぐらい。これで考えてみましょう。4つのコードのコード進行ができました。せっかくなんでパッド申請を入れてみるか。っていう具合で、ノーベーションさんがあらかじめ入れといてくれたコードでコード進行を作ることができました。昨日紹介しながらこうやって弾いているだけでどんどんいろんなフレーズできちゃってとっても楽しいです。それから補足です。まずトランスポーズっていう機能があります。シフトを押しながらこのオクターブアップとオクターブダウンを押すことで半音単位でこの鍵盤の実際出る音をずらすことができます。今ここド出ますが、これを例えばシフトを押しながらオクターブアップを2回押すとトランスポーズが2つ。ドを弾いてるのにレが出るようになりましたと。鍵盤と実際出る音を、半音単位でずらすことができる。これがトランスポーズ。2つ目、フィックスドコード。さっきちらっとこっち前のマーク3でもできたよっていう話したけど、ちゃんとマーク4でもできます。シフトを押しながらスケールを押します。すると、プレイコードって言われるので、ド、ミ、ソ、シ、やるでしょ。どうぞ、C メジャー7って出てる。離します。で、ここでドを押さえると、C メジャー7になるんだけど、レを押さえると、D マイナー、D メジャー7がなるようになる。っていうのがフィックスドコードなんだが、これスケール入れますよ。入れると C リディアになりました。で、レを押さえます。つまりフィックスドコードもこのスケールの影響を受けてちゃんと音をスケールの中の音にずらしてくれる。
意外とこのフィックスドコードとスケール機能だけでも面白いフレーズが作れるんじゃないかと思ったりします。解除するときはシフトを押しながらもう一回スケールを押すと解除されます。次がセッティングか。ここにセッティングっていうボタンあります。要は環境設定です。セッティングキーチャンネル1ってなってます。キーボードのミディチャンネルを設定できます。別の設定項目行きたいときは、ここの矢印キーを押します。アフタータッチ。いろいろここでセッティングできます。基本は触らなくていいです。最後におすすめの Mark IV のモデルどれっていう話します。単刀直入に言うと一番小さいこれ。Mark IV のミニ25が一番おすすめです。理由は2つ。1つ目の理由は途中でやったアルペジオの機能でストラムにして、こういうタッチセンサー式の不思議な楽器にできるのは、ここがストリップタイプ、タッチセンサー式のモデルだけなので、ミニ系がいいと思う。で、2つ目の理由は、鍵盤、この2オクターブ、25鍵盤じゃ足りないからもう少したくさんのやつがいいんじゃないのって思ってる方少なくないと思うんだけど、途中でやったユーザーコードモード、左手の低い音はここの下のパッドに入れて、右手のコードは上に入れるっていう風にこうやれば、疑似的に広げてこう鳴らすことはできるし、例えばね、2オクターブじゃ足りないからじゃあ3オクターブの37鍵盤のやつにしてみました。するとあなたはどう思うでしょうか。多分、もっと鍵盤欲しいな。もっとこう一発で抑えれるようにしたいな。49鍵にしましょう。つって49鍵買うでしょ。で、今度49鍵買うと、もっとこうしたい。もっとこうしたいって結局88鍵を買うまであなたの鍵盤たくさん欲しい欲はなくなりません。と思うので僕は経験上そうだったので、だったらもう最初から一番小さい持ち運びもできるライブの時も使える。で、困った時はこのユーザーコードモードで音域を広げて、右手で高いコード、左手で低いベース音っていう風に振り分けてここに登録してフレーズを考えるようにすれば、まあ2オクターブだけでもどうにかこうにか対応はできるようになったという風に言えると思います。で、何より一番安いのでミニの25が。この動画が面白いと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画がつまらないと思われた方は、今回のこの動画、足掛け6日ぐらい撮影に時間をかけています。機能がたくさんあるから録画するのが大変っていうのもあったんだけど、もう一つはこうやって説明しながらやってるうちに楽しくなっちゃって、結局そのまま曲作りに移行して動画の制作やめちゃうっていうことがあったので、そのぐらいね、メロディーを作ったりコードを考えたりするっていうのが楽しくなるミディキーボード、ぜひぜひ手に取っていただいて、で、この動画を見返しながら、使いこなしていただければ幸いです。で、そうすると、ここでおさむさん動画翌日撮り直してんなっていうのが、動画見返してるとわかると思うので、ぜひそういうところも楽しんでみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。